僕たちはね、大きなことはできないんですけども、小さいことをね、積み重ねることによって、少しでもね、地球温暖化、ね、そして海洋汚染防止、そういうものにね、取り組んでいこうと思っています。僕たちがどんな感じのことをやっているかを紹介しようと思います。まずね、最初に私たちは未来の子どもたちにきれい楽しい地球を残す、そういう思いでね、5年前に会社を作りました。もともとね、代表になっている枝広は、大学院自然科のね、教授をしていたり、また中央につながるグローバルに動いている方です。そして僕はね、30年前に熱海の方で、熱海マリンサービスという会社を作り、未来創造部を立ち上げ、今までローカルにゴミ拾いとかね、そういうものをねやってたんですけども、なかなか広がらない、小さいことをね積み重ねようと思ってもなかなか広がらない、その部分を枝広とともに一緒に未来創造部っていうものを立ち上げ、今ね活動しています。さあ僕たちのね、事業の部分、ね、ワーケーションレンタルルームというものをねやってて、こういう場所でねいろんな勉強会研修をやってます。どんな研修かっていうと、座学だけではなく日の出ヨガって言ってね、日の出時間、それを実際に、海のすぐ近くまで行って日の出時間の15分前にラジオ体操を第1第2やって、で、太陽がしっかり上がってくる、それをね見ながら地球意識、ね、夏場になると熱海は目の前に初島っていうのがありますけど、初島の横から上がってくる。逆だ、冬になると初島の横、そしてね、真鶴半島の横になると夏になって真上に上がるとね、その辺をね感じながらやってますね。未来創造部っていうのはこういう場所でやってますけども、このすぐに横にあるサンビーチがあり、糸川というこの川のとこで海にね出てしまうゴミを取っちゃおうってことでね、こういうネットを張りました。行政に許可を取り、でうちの作業艇を使いネットを張って、出てくるね取れるゴミっていうのはねそんなに多くないんです。上から1メーターのゴミ、そして海底から1メーターのゴミ、このネットを二重のネットを張って魚が通れるようにしてね、やりましたけども、これをやることによってどういうことがね起きたかっていうと、ゴミのね取れる量ではなく意識の啓発活動、ね、もう僕たちがこういう作業をしていると観光客の方がね声かけるんです。どんなお魚が取れるんですかっていうね、網を引いてるとどんなお魚っていうのをねみんな聞いてきます。でもそれを僕たちは、ね、魚取ってるんじゃなくてプラスチック取ってるんですっていうね、その辺の活動をすることによって、これ何かっていうと、実はテレビの取材になりました。アドマチック天国っていうね、そこの取材がかかって、全国放送で、この話が流れ、ここのね上流の方たちがゴミが捨てられなくなっちゃったっていうね、そんなね状況があったみたいです。なんかねこっちの方のね右側のところに今出てますね。次のね部分ね、僕がこのゴミ活動をねスタートするきっかけになったね、逗子ビーチクラブで真壁さんつながってますか？今日みんなが集まってくれているので、ちょっと外カメラにさせていただいて、はい、海ゴミゼロをね5年ぐらいで、うちは20年ぐらいゴミ拾いなんかをやっているんですけれども、メンバーがみんな拾ってくれるんで、海岸結構人来てても綺麗なんですよ。ただ細かいゴミがあるんで、こういったトング、ビーチクリーナーをちょうどふるいを半分にさせていただいて、これで砂をですねふるってですね、やってますね。初めて見ました。海の方では、それをこのバケツで浮かばせると、なんと小さなプラスチックがたくさん浮いてくるんですね。でその動画にもこう海の中にあるゴミ、もう海藻がついてますけど、こういったものも、この風で打ち上がってきます。でこういうゴミが何でも海の中に1億5000万トン
なるほど。あるそうなので、はい、私たちは1人20キロ拾えば80億人いるんで、いいですね。海のゴミもなくなるだろうといいですいうね。ようなことでですね、拾ってくれてます。資源がみんな捨てられちゃってるんですね。産業廃棄物として捨てられちゃって、実際にそれが海に行ってしまったり、プラスチックもそうですけども、いろんなものがね捨てられちゃってる。それを炭にして固定化する。固定化することによって地中に埋めればマイナスカーボン、もともと掘り起こしたものを地上で炭にして埋めることによってマイナスカーボン、それで地球温暖化を止めれるんじゃないかっていうね、取り組みを僕たちは今やっています。熱海の方の僕らのところには今いろんな企業さんがこれが炭にならない、あれも炭にならないっていうことですごくね持ってきてもらってます。2050年にはカーボンニュートラルゼロにしなきゃいけない。今一生懸命マイナスを作るために LED に変えたり、また太陽光パネルをつけたり一生懸命今減らしてます。減らしてるけどもどうしてもね残ってしまうものができる。それをゼロにするのにはマイナスを作らなきゃいけないんですね。そのマイナスを作るっていう部分で、この炭作りっていうのが関わってくる。熱海の海での活動紹介っていうね、どんなことをやってるかっていう部分をこれからね紹介していこうと思います。私たちはこのブルーカーボンプロジェクト推進協議会キックオフミーティングっていうものをね、これ船の中、先ほどね富士急の船を映しましたけども、船の船内です。船内のところに集まった、どんなメンバーが集まったかっていうと、市長をはじめ、そしてこれ自分ですけども、漁業組合の組合長さん、そして魚市場の社長さん、そこにいますけどね、魚市場の社長さん、そしてダイビングサービスのやっている人だったり、で海洋土木会社のね、方、干物屋のね、方、不動産屋さんやもうね、こういう各いろんな関係、なんでこんな人が集まってるんだろう、みんながこれをやることによって、世の中が変わっていくね。障害を持った方、就労支援 B だったりとかね、ジビエのハンターね、熱海市の職員、また枝広がね一緒にやるみたいな形でみんなでやっていこうよっていう、こういうね輪を作っていく、これが僕らは重要だというふうに思っています。どんなふうにねしなきゃいけないかっていうのが、まさに先ほども触れたゼロカーボンからマイナスカーボン、2050年のところでは先ほども触れた減らすだけじゃ済まないんだよと、この部分をなんとかマイナスを作んないとゼロにはならないんだよっていう、そこが重要なんですね。未来総務のねブルーカーボンプロジェクトとして藻場の再生、ね、そして藻場の調査、手法の開発、そして情報発信ね、ネットワーク化やってる。どんなことをね実際にやってるかっていうと、まず藻場の再生に関しては最初手始めにやったのが伊豆半島の西伊豆土井というところにねあるコアマモ、それを夏場海水浴場シーズンになっちゃうと全部除去するっていうことをやったんですね、土井の町では。だけど熱海にはコアマモが生えてなかったんで、じゃあそれを移植しようっていうことで、実際に僕はダイバーで潜りながら枝広が、ちっちゃい小舟をね操船しながら、これがね右側に映ってるのがコアマモですけども、コアマモを取るね、海の中で取ったものをすぐ翌日にダメにならないうちにもう水の中の田植え、もうずっと一生懸命植えていくっていうものをね、これをやるにあたって公共の場所の許可を取らなきゃいけないんで、熱海市長さんに、長になってもらった。未来創造ユースチームとはですね、持続可能で幸せな未来を作り出そうと行動していたり、望ましい未来を作りたいと強い意欲を持っている若い皆さんの学びとネットワークの場所を私たちが提供しています。年齢も違いますし、関心事も違うメンバーが集まっているユースチームなんですけれども、ちょっと大事にしていることがありまして、積極的に発言をしましょうということはもちろんなんですけれども、いろいろな考え方を持ったメンバーがいるので、お互いの考えとか意見を尊重して、お互いに刺激し合えるようにお互いを大事にしましょうということも大切なこととして共通認識として進めています。NPO 法人ブルーカーボンネットワークを未来創造部は運営しています。ブルーカーボンネットワークというのは2021年11月にクラウドファンディングで誕生いたしました。豊かな海を取り戻す、温暖化を止めるブルーカーボンの取り組みをみんなで広めていきたいということで、500万円を目指してクラウドファンディングを行いまして、なんとか達成をいたしました。
たくさんの応援メッセージをいただきました。そして2022年の1月から任意団体として活動を始めています。ブルーカーボンネットワークのブルーカーボン .jp というウェブサイトがあるんですけれども、こちらに2日ほど前にできたページがあります。希望をつなぐブルーカーボン取り組みマップというのができました。Google マップなんですけれども、ここにブルーカーボンに取り組んでいる地域の点を打ってあります。今約150ちょっと打ってありまして、こんなにでも日本でブルーカーボンに取り組んでいる地域が進んでるんだよっていうのをどうしても見える化したいと思ってですね、この地図の作りをずっと取り組んできました。でやっと公開することができました。例えばここ静岡県熱海市をクリックしていただくと、ブルーカーボンプロジェクトみたいな熱海の我々のプロジェクトが出てきて、どんな取り組み主体が行っているか、またその内容はっていうの概要がちょっとずつ分かるようになっています。ぜひブルーカーボン .jp のホームページでご覧いただきたいなと思います。未来創造部はこれからも熱海のね場所を使ってブルーカーボンね、そして山での取り組み、炭を作ったりの取り組み、ね、続けていきますんでね、またホームページとかでね、いろいろ見ていただければ幸いです。